はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、私が海外の語学学校で見かけたちょっと嫌だなと思った3つのタイプの日本人についてお話しいたします。外国語を学ぶ理由とか、どれだけその外国語を一生懸命勉強するのかっていうのは人それぞれだと思うんだけども、今からお話しするのはあくまでも外国語。この動画で言うと英語になりますが、結構ガチめに勉強している人たちから見た場合についてお話しします。で、いろんな人たちがいるから、この動画をきっかけにして、その語学学校にいる日本人同士、いがみ合うんじゃなくて、なるべくお互いのストレスにならないようにね、そういったストレスの少ない環境で語学学習ができるような環境づくりをしていってほしいと思ってですね、この動画を作っております。だから、予備知識としてこういうことを不快に思う人もいるんだな程度に捉えていただければと思います。じゃあまず早速一つ目なんですけども、これは受験英語をバカにしている人です。これは本当に多いです。で、私はオーストラリアのシドニーで6ヶ月間語学学校で英語を学んだんだけど、その初日にクラスが同じ日本人女性がいまして、その人とちょっとお話しすることがありました。で、その人がまさにこの受験英語をバカにしているタイプの人だったんですよ。で、彼女が言うには、とにかくそのネイティブと本物の英会話を通じて英語を上達させたいっていうことをしきりに言うんですね。で、何でも日本のその英語の教科書とか参考書には、その英文の隣に変な日本語の説明、文法の説明とかガイダンスが書いてあって、それが嫌だということを言ってます。ただ私も受験英語だけで英語を上達させることができるとは言いませんが、受験英語っていうのはもう必要不可欠です。で、印象的だったのが、その英語の授業が始まって数日後に家庭法の使い方についてそのオーストラリア人の先生から説明がありました。で、皆さん覚えてますかね、家庭法って。で、授業中に、先生が英語でガンガン家庭法の説明してきて、で、我々もそれを一生懸命聞いてるんだけど、ただ、その我々の教科書も、その語学学校からもらってるんだけど、内容が全部英語で書かれてる。で、当然そんな英語の初心者の我々がですよ、そんな複雑な説明を英語で書かれたものを読んでも分かるわけがないんですよね。だってこんなの日本語で書かれてたとしても理解するのっていうのはすっごく大変じゃないですか。で、その女性ね、日本人女性、授業の後に何をしたのかっていうと、そのクラスで国立大学に通ってた高学歴の、若い男の子がいたんだけども、その人にいろいろ聞いて教えてもらってたんですよ。日本語で。で、はっきりさせておきたいんだけど、アメリカで生まれた子供であれば、周りはお父さんお母さんも友達も全員アメリカ人でしょ。で、自分は英語しか喋れないわけだから、その思考も理論も全部英語で組み立てられていくわけです。で、これであれば、こういった状況であれば、その彼女が言う通りですよ。いわゆるネイティブとの会話だけずっとしてても、英語力って上がってはいくと思います。でも、この場合、その語学学校にいる日本人って、みんな、その日本語で育ってきてるわけですよ。で、英語なんてみんなほぼゼロからのスタートでしょ。で、そういう人たちがアメリカで生まれた子供のような環境で英語を学べるかっていうと、それは無理でしょうね。じゃあ結局どうするのかっていうと、どうしたらいいのかっていうと、英語を理論と一緒に覚えていくしかないわけですよ。じゃあその理論って何なのかっていうと、これはもう受験英語ですよね。本当に誠に残念ながら。で、このタイプの日本人で必ず語学学校に一定数いるんだけど、彼ら見ていて、ちょっと共通点っていうか、私なりに、ちょっと発見がありましてね。で、結局その語学を学ぶっていうことは、受験英語をもとに毎日たくさんミスしながら、そのコツコツ地道な努力をしていく、もうこれ以外は道はないわけですよ。で、この地道な努力をしたくないがために、そのネイティブの人と会話だけを通じて、英語力を伸ばすなんていう甘い言葉にすがろうとするわけですよ。これ特に語学を必死に学んでる人ってほぼ全員
その受験英語の大切さっていうのは身に染みて分かっているわけですよね。というかもう分からざるを得ないんですよ。もうそれしか道がないから。そういう人たちからすると、こういう甘い言葉に引っかかってそれを信じている人ってちょっと見ててイラッとするわけですよね。もちろん受験英語だけで英語は上達はしませんが、もう必須、必ず必要になる知識であることは間違いないです。だからこの受験英語をバカにするような発言っていうのは、語学学校ではもう思ってても自分の心の中にね、しまっておいていただければと思います。補足だけど、受験英語をバカにしている日本人たくさん語学学校にいたけど、私が見る限り全員一人残らず英語は全く上達せずに日本に帰国してます。はい、じゃあ次2つ目です。2つ目は、彼氏作れば努力せずに英語を学べると考えている日本人女性。これもね、本当に多いです。シドニーでも白人のオーストラリア男性たちに、ちょっと言い方は悪いんだけど、体を差し出して、その見返りとして彼らと会話だけして、英語を上達させようと目論んでる日本人女性は本当に多くいました。で、またこれも断っておきますけども、私は男女関係なく現地人の恋人を作るっていう行為自体は別に悪いことだとは思いません。で、それは個人の自由だし、私がどうこういう問題ではないよね。ただこれはさっきの一つ目のタイプと被るんだけど、恋人がいようがいまいが結局、その、毎日地道な英語の勉強をしていく。これなしには、英語ってのは絶対身につきません。だからこれも、英語学習とか語学学習必死になってやってる立場の人間からすると、当然その男に自分の体を提供して釣り上げて、それを餌にこう楽して語学学習をしようとしている人になるわけだから、非常にすごい嫌悪感が湧いてきます。私、シドニーで運よくローカル男性の友人が数人できました。で、定期的に会ってそういう人たちとその英語を教えてもらってたんだけど、その中でその人たちとは別のオーストラリア人の人なんだけど、日本人女性に英語を教えてあげるよって言って近づいて、その日本人女性もさ、英語を上達させたいわけだから、その話に乗って2人はどんどんこう深い仲になるんですね。で、そのオーストラリア人男性の家に、その女性を住まわせてあげるんですよ、ただで。で、その女性、日本人女性のビザが切れるまで数ヶ月間は一緒にいて、ちょっと濁した言い方しますけど、彼女を目いっぱい楽しむわけ。で、ビザが切れて、その日本人の彼女が日本に帰国することになるんだけど、じゃあその後彼はどうするかっていうと、別の日本人女性を適当にナンパして、また家に引き込んで、英語を教えると言いつつ、またその新しい日本人女性の彼女を目いっぱい楽しむと。で、その彼女のビザが切れて帰国するまで一緒にいると。で、そんなけしからんことを繰り返しているやつもたくさんいるっていうふうに言われました。シドニーなんて今もだと思うんだけど、私がいた2010年当時なんてもう本当に語学学校だらけでした。だから日本人女性なんていくらでもそこら辺を歩いてるわけ。で、彼女たちは全員その会話の相手を探している状態。だからそのオーストラリア人の彼からすると、カモがネギ沿って自分の周り歩いてるわけだから、マジでこう日本人女性、ガールフレンドをゲットするのは楽勝だったらしいんですね。あの、オーストラリア人男性もバカじゃないから、その男作って勉強もしないで努力もしないで英語を上達させたいなんていう考えはもう本当にお見通しです。で、そういった努力もしないでそんなこと考えている女性に対して、対して敬意は相手も持ってくれないわけだから、当然適当に遊んで利用するかっていうふうに、男性側もなります。で、現地で恋人作るのは結構なんですけども、ちゃんと、英語の勉強はして、その彼氏とですよ、深く意思疎通ができるようにならないと、お金使って散財して、もてあそばれて、何も習得できないまま日本に帰国っていう羽目になります。で、別にちゃんとしたデータがあるわけじゃないんだけど、その日本人女性って海外ですごい人気なんですよ。
じゃあなんでそんな人気なのかっていうと、こういうことを安易に行っている女性が一定数いるからじゃないのかなと私は勝手に思ってます。これも日本人男性としてまたその英語の学習者として見ててあまり気持ちがいいものではないですよね。はい、じゃあ次、最後3つ目。英語の会話中にミスを指摘してくるやつ。これは特に高学歴の日本人に多いです。そして個人的にはこれがね、一番実害があるし、イラッときます。で、語学学校が始まってから2ヶ月ぐらいしてからだったと思うんだけど、授業中にそのオーストラリア人の先生が他の別のクラスの日本人の生徒の話をし始めたんですね。で、その内容忘れちゃったけど、確かその他のクラスにいる山田さん、1週間前にどこどこのシドニーのレストランに行ったんだけど、そこでこうブラ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 みたいな、そんなたわいもない話が出て、でその話私偶然数日前に他の人から聞いてたから、だから先生に I listened to it って言ったんですよね。それ知ってるよ、もう聞いたことがあるよって言いたかったんだけど、ただこれは実は間違いで、リッスンってこう耳をそば立てて聞いたり、ラジオとかね、好きなアーティストの音楽とかそういったものを聞くっていうことに使う単語であって、今話にあるようなその誰かがしてた話を偶然ちょっと何の気なしに聞きましたっていうのは I heard this とか、もしくは I already knew it っていうような言い方に、なります。だからこれは私が間違ってた、それは確かなんだけど、その場で一緒に授業を受けていた某有名私立大学、平地大学出てた S 君っていうのが若い子がいたんだけども、そいつがもうドヤ顔でちょっとこうキレ気味に友太郎さんそれ違う、ハードだよってこう言ってきたのね。でこれ確かに、繰り返しますけど私のミスだけど、じゃあその S 君、指摘してきた S 君は英語完璧に喋れるのかっていうとそんなことないわけ。彼だってミスはたくさんするし、当たり前だよね。だって彼の英語は完璧じゃないんだから。これミス指摘された方からするとかなりカチンとくるわけですよ。で人によってはちょっと臆病な人だとその後英語喋ることとかそういうことにちょっと臆病になったりね、ミスしたらどうしようかなって考えてその英語をちょっと思いっきり喋れないような状況になっちゃったりする、そういう人もいると思います。で自分も完璧じゃないのに他人のミスをみんなが見てる前で公然とこの指摘するっていう行為は指摘した相手のプライドを非常に深く傷つけるし、何より周りの人たちも授業の雰囲気もね悪くなるし、誰のためにもなってないから、もう本当にやめていただきたいと思います。もしどうしてもその人のミスを指摘したい、もしくは自分のミスも見つけてほしい、そういうことであれば、そういう勉強会っていうのを専用に設けるべきです。これは特にですね、学生時代に英語が得意で、テスト中間とか期末とかで高得点叩き出していたっていう人にすっごいありがちな行動ですね。でそこのあなたね、どこの大学出てるか知らないけどローカルの人に言わせればあなたのその英語っていうのも赤子同然なんだから、もうこういう行動は控えるようにしてください。というわけで、語学学校に必ず一定数いるちょっとイラッとする日本人3選でした。学習する目的とかモチベーション人それぞれですけども、少なくとも1番と3番、これは心の中にしまっておいて口に出すのは控えておいた方がいいでしょう。で2番目のやつ、これは個人の自由なんで我々は見てて不快だけども、これは女性のお好きにしていただければと思います。ただ不快に思っている人は周りに必ずいると思うんで、それは覚えておいてください。というわけで皆様ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。